松田さんおはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるんですか？今日はですね、チェリーセージの6月に切ったやつがですね、今どうなったかっていうのを紹介したいと思います。はい、チェリーセージ今年の夏むちゃ暑くてですね、水やり苦労しました。はい、暑かったですもんね。でも6月に切ることによってまだ助かったのかなと。そのまま放置してたらもう水切れが早いんで、6月に切ることによってまだ水やりの回数が減らされたのかなと思うんですよね。でもですね、芽ができた時に本当に朝晩やらないとこう死にあったなる場合があるんですよね。それで死にかけた時もありました。でもなんとか戻ってくれました。はい、それがこれです。あの時バサバサ切ったやつがですね、はい、もうこれもバッサリといきます。これ今の時期ピンチですかね？時期的に花の状態によってですね、はい、今切って拾いやるとまた1ヶ月後にきれいに咲いてくるからですね。はい、もう下から切ります。3分のもう4分の1ぐらいのところからバチッと切りますね。もうこんな感じで、はい、切りますね。これぐらいに切ってから肥料をやります。今回はマグアンプじゃなくてプロミックをやりますね。花が、はい、咲いてもうすぐ効くようなやつ。はい、これぐらいにします。もう丸坊主にしますね。これでまたこれがどうなるかもちょっとお知らせしますね。元気ですね。元気です。元気ですよね。特に9月までやっぱ厳しかったですね、暑さが。でその時も水を頑張ってやったんで、でも水切れしたこともありました。でも持ち直してくれましたんで、はい、これが去年から育っているチェリーセージですね。はい、こんな咲き分けっていうかそのやつですよね。はい、また今からもう本当に寒くなるまで、霜降りるまで多分咲いてくれると思うんですよね。はい、去年なんかもうちの軸が細いよっていう方もおられたんですけど、早めに切ってですね、株をしっかり作ってやるとこういう形になってきますんでいいのかなと思います。これはですね、こっちの大きいやつを挿し木したやつの子供です。子供ですね。子供。それがこういうふうになってきているということですね。子供で、これが孫ぐらいですね。はい。でこれも9月やったかな。じゃあ10月中やったかな。でこれがですねもう一回切ったんですよ。はい。9月に切って、でそれで上はもう捨てるのもったいないということで急遽刺したんですね。はい。で刺したらこうなりました。だいたいもう9割ぐらいが違ってくれてですね、これはもう来年用の苗として、使えるんでいいのかなと思うんですよね。もう結構なんか保木が取れたんで、もう本当はもうゴミ箱に行く予定だったんですけど、ちょうどですね今日手伝いに来ているボランティアの方がですね挿し木してくれました。で行き出すことができたんですよね。ありがとうございます。これだけじゃなくて結構大きな鉢にも何本もさせてもらったんですけど、それもほとんど使ってるんですよね。やはり生命力が高いチェリーセージかなと思います。そういうところでチェリーセージも切り戻しすることによってこういった株がきれいにできてくるということですね。本当に夏はですねもうしおれてもうどうなるかなと思ったこと何回もありました。でも最終的に秋にこういう形でなんとか持ち直してくれたんで、水さえちゃんとやればなんとかきれいになってくれるというところですね。これもう今から花が咲いてくれるんで、そうですね、花芽がいっぱいついてますもんね。つぼみがありますからね、きれいになってくると思います。本当に霜頃今咲いてくれるんで、これはいいのかなと思いますんで、はい、ぜひこれでミラージュっていうのをもう紹介したと思うんですけど、もうそれもですね切り戻しすることにもう本当に夏死にかけてました。
水切れで。でも切り戻したらこうやってきれいに咲いてくれるんで、これはパテントが入ってるんで増殖販売できないんで、はい、でもこの買った苗をきれいに育てればこういうふうになるということですよね。夏場皆さんも水やり苦労したと思うんですけど、こう夏場を過ごしてあげれば冬はある程度越してくれますんで、またチェリーセージいろんな種類があるんで集められるといいかなと思いますんで、ぜひ挑戦してみてください。はい、こんなちょっと細くなってるけど、これもですね、これはちょっとハウスの中に入れてたんで、早めにこう外に出してこう循化させんといかんなと思ってるところですね。外で育ててやるともっと丈夫になってきます。でこれももう一回切り戻しして、脇芽出させるというやり方で、株を作っていきたいなと思っているところです。今はちょっとヒョロヒョロですかね。はい、50% 遮光のところにちょっと、急遽入れてたんですけど、それを、ちょっと出してなかったんで、こうやってちょっと伸びてしまったんですけど、今から外に出してちょっと循化させようと思っています。私はチェリーセージは冬越しはなんか短くピンチした方がいいとか。そうですね、もう花が咲き終わったらもう12月ぐらいまで、下手したら12月ぐらいまで咲きますからね。その時に1回切り戻しておくといいかなと思います。結構これは寒さも強いんで、はい、大株になってくれるんじゃないかと思います。はい、でも日照不足にさせるとこういう形になるんで、もう一回外で鳴らして、1回切ってから外に出していいかなと思います、ね。これ俗に言うお礼声とかはいらないんですか？これはですね、肥料やった方がいいですね。はい、1回切ってから肥料やるとガッと太りますんで、はい、でもあんまり遅くにやるとちょっとやわく伸びて寒さにちょっとこうやられる場合もあるんで、そこにちょっとたくさんやらない方がいいかなと思います。はい、そうですね、冬はちょっと少なめにやってっていう形がいいかなと思いますね。それとこういうふうにですね、親子供孫っていうのがたくさん、増やすこともできるし、丈夫ですんで、はい、繰り返しこう生産でき楽しめるような植物ですよね。簡単にこう繰り返し、育てることができる花としてはちょうどいいのかなと思いますね。丈夫で。はい、皆さんですね、切るのがもったいないからというので長くなっている場合もあります。もう思い切って切ってですね、こうやって株を作るのも一つかなと思いますんで。花が咲いてる時切るのって勇気がいりますよね。ですよね。はい。でもその株だし、特に今年6月に切ったのはですね、夏の暑さにも耐えさせて夏の間に株を作ろうというのが一つだったんですよね。で夏の間にこう上が大きいと水やりがもう大変になるんで、そこへも水をたくさんこういるってことですね。いるんですよね。乾きも早いからですね、上が大きいと。そこで夏前に、夏にですね一回切って株を作って秋に楽しむというのも一つかなと思いますね。ということはもう夏と冬はもうバサッといった方がいいんですよね。その株のために。そうです。それがいいと思います。株作るのが大事になるかなと思うんですよね。これぐらいの株出しになるときれいにこう咲いてくれるし、その代わりこう日陰をなんですよ。もうガンガン日が当たった方がいいということですね。それと窒素分の多い肥料を油かすやらをたくさんやるとこう株ばっかり茂る場合もあるんで、葉っぱだけとか、そうなる可能性が高いからですね。はい。おすすめの肥料とかあるんですか？これ IB 化成やってました。IB 化成。プロミックスも最初はやったんですけどね。春秋メインってこと？そうですね。春秋メインでやるといいかなと思います。今からも花がついてくれるんで、近頃ですね。このバッタさんが多いんですね。バッタさんが。バッタ、またいた。バッタはダメです。葉っぱ食います。特にうち洋蘭があるんで、これが一番ダメですね。はい。これはできればちょっとうち殺虫剤も殺菌剤もやってないんで、はい、これは遠くに行って、逃がしてやらないでしょうね。すいません。はい、あとでちょっと処分するしかないんですよね。はい、そういうところです。はい、バッタはいたら駆除した方がいいと思います。食われますからね。美味しそう。なんか香りがいいからですね。バッタも香りが分かる。どうなんでしょうね。そこはバッタに聞いてないと。はい。
そういうところです。はい、バッタには気をつけてください。はい、洋蘭の方は特にバッタとか注意してこう殺虫されてましたね。はい、うちはちょっとそこへはしてないんで、はい、何本か食われてました。はい、それも味なのかな、違うかな。穴が開いてる葉っぱが見ても、はい、なんとか目をつぶって花を楽しんでください。はい、そういうところですね。チェリーセージ、ぜひ挑戦してもらいたい。今も苗が結構出てると思います。いろんな種類があるんで、楽しめると思いますんで、はい、長く楽しめるやつですね。はい、なかなかですね、もったいないっていう心を持っている人はですね、こう切ったやつもうまく使いたいなと思ってこういうふうにしていくとなかなか管理も大変になるんですけど、こういった繰り返しこう SDGs な花だと思いますので、繰り返しこう生産できるような楽しめるような花です。はい、本当にこれ死にかけてたんですよ。はい、水やりも夏場は1日サボるとくたっとなりますからね。はい、何回もでも回復してくれました。もうダメかなと思った時もありました。でも復活してくれたんでもうチュルチュルなんです葉っぱが。今年暑かったですもんね。暑かったですもんね。本当にもうダメかなと思ったことがあったんですね。2日ぐらい水やらなかったかな。でもなんとか回復してくれました。よかったです。よかったです。はい。じゃあチェリーセージはこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。